ハイプ300ドルへ、バイナンスの半分でも600ドルの巻なんなんそれってことで、なんなんそれでございます。いやー、今ですね、ハイプの動きが熱いということになっておりますので、今何が起きているのか、そして今後ね、どういった形になっていく可能性があるのか、これに関してね、解説をさせていただきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。はい。それではですね、本日はハイパーリキッド、こちらのプロジェクトをご紹介させていただきたいと思います。もうね、ハイパーリキッド、そりゃ長さん知ってるぜという方いらっしゃると思うんですけども、新しいね、ニュースも飛び出してきて、今ですね、ハイパーリキッドが出しているハイプという仮想通貨、このね、価値を見直さなきゃいけないタイミングが来ているということになっておりますので、私の方でご紹介をさせていただきたいと思います。まずですね、今、ハイプが上がっている理由という形なんですけども、こちら、米国のね、トランプ大統領の方で発言があったという形になっております。どういった発言だったのかと言いますと、ハイパーリキッドを米国に取り込む準備、これを進めているというような話が出てきたという形でございます。それを踏まえてですね、私の方でハイプに関する記事を書かせていただきましたので、いつも通りですね、動画の概要欄の方に貼らせていただければと思います。そちらからね、飛んできていただければ、こちらの記事も見ることができますので、よろしければですね、一緒に見ながら解説の方を聞いていただければと思います。はい、それでは早速始めていきたいんですけども、ハイプ300ドルへ、バイナンスの半分を奪えば600ドルも見えてくるという記事でご紹介をさせていただきたいと思います。ハイパーリキッドに関してですね、私は300ドルは行くなというふうに思っております。そしてすぐではなかったとしても600ドルも十分あり得るかなというふうに思っている銘柄という形でございます。現在のハイプの価格が、73ドルから75ドルぐらいをね、行き来しているということなので、5倍とかね、8倍とか、そのぐらいは全然狙えるんじゃないかなというふうに思っているということでございます。なぜですね、ここまで強気なのかっていうところを、これからね、解説をさせていただきたいということなんですけども、まず理由の一つとしてはですね、これから使われるかもしれない取引所ではないということでございます。わずか数年でですね、世界一の取引所、バイナンスからシェアを奪って、年間約10億ドルペースのね、収益を今生んでいるということでございます。そして、その収益の 99% でこのハイプを買い戻すような仕組みになっているということになっているので、今までのしょうもないトークンが出ましたと。そして、買い上げとか、バイバックとかもしないですよっていうものとは全く違ったシステムで、今注目を浴びているのがハイプという仮想通貨でございます。ハイプというね、通貨を聞いたことがない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、実はね、かなりもう時価総額が高いトークンになっているという形になっておりまして、今、現在でいきますと、9位にハイパーリキッドのハイプがいるということでございます。ここからは、バイナンスのね、トークンである BNB、こちらまでどれだけ近づけるか、そして追い抜いていけるかっていうのが見どころということでございます。今ですね、この時価総額がすでにね、9位になっているハイプが、新しい取り組みをして、どれだけ収益を伸ばせるか、これをね、見ていきたいというところになるんですけども、いろんな条件がある中で、成長する2つの要素、これが重なれば十分ね、300ドルは目指せるというふうに思っておりまして、さらに3つまでね、重なれば600ドルも見えてくるというふうに私の方は思っておりますので、そちらをね、解説させていただきたいと思います。ちなみにですね、ハイパーリキッド使ったことないよって方は、こちらにね、リンク貼らさせていただいておりますので、実際にね、トレードとやってみていただければと思います。入金の方法などは以前のね、こちらの記事でご紹介させていただいておりますので、もしね、見たことないよっていう方がいらっしゃいましたら、こちらもですね、動画の概要欄の方に貼らせていただければと思います。それではですね、まず現在地の方を確認していきたいと思います。現在のハイプの価格は約73ドルですという形になっておりまして、時価総額に関しては約162億ドル、流通しているハイプは約 2.2 億枚流通しているということでございます。これですね、300ドルになるためには今から 4.1 倍、そして600ドルになるためには今から約 8.2 倍必要になるということでございます。このですね、数字だけ見ると結構大きく感じるなという方もいらっしゃると思うんですが、300ドルに必要な約668億ドルっていうのはですね、現在の BNB の時価総額よりもまだ小さい基準という形でございます。なので、ハイプが300ドルになるためには BTC を抜きましょうとか、イーサを抜きましょうというような段階ではない。それでね、この300ドルを超えることができるという状態でございます。
そしてですね、今後の話をする前に、まずですね、今までの成長、どういう風に成長してきたのっていうところが気になる方もいらっしゃるという風に思いますので、そちらのね、話をさせていただきたいと思います。まず、ハイパーリキッドに関しては、2023年の2月にですね、わずか20人から30人ぐらいのテスターが選ばれまして、そこから始まったという歴史でございます。そして同じ年の第2四半期ですね。こちらには4000人のユーザーを超えて、累計取引高が2億ドルを突破したという形になっております。2024年にはですね、急成長を果たしまして、主要パーペデックス、取引ができるデックスですね、の取引高の半分以上をハイパーリキッドが占めるというような形になってきました。そしてですね、2025年、まさに去年のことなんですけども、年間パーペ取引高は約 2.9 兆ドル。かなりのハイペースで成長してきているということでございます。世界の中央集権型取引所、いわゆる SEX、これをね、まとめて見てみたとしても、トップ10に入る規模まで今成長してきているという段階でございます。はい、なかなかですね、ハイペースで成長してきているハイパーリキッドという形でございます。年表にしますと、今こういった形になっておりまして、2025年に世界トップ10を狙ってきたら、ついにですね、世界トップ1、ナンバーワンのバイナンスを追う形が始まってきたということになっておりまして、この2026年、2027年が楽しみになってきているということでございます。はい。それではですね、世界一のバイナンスに対して現在どこまで来たのか、どこのポジションまでハイパーリキッドが成長したのかっていうところを一緒に見ていきたいなというふうに思います。こちらですね、2026年4月の月間パーペ取引高、こちらで比べてみたいと思うんですけども、バイナンスに関しては約 1.41 兆ドル、このね、取引高があったということでございます。そしてハイパーリキッドに関しては約1900億ドルということになっておりますので、これ比べてみると、ハイパーリキッドはバイナンスの約 13.5% という形になっております。別のですね、集計では 17% まで来ているという形で集計が取られているところもあったので、大体ですね、バイナンスの約 13% から 17% まで一気に取引高が伸びてきているようなデックスになっているということでございます。そして、ここからさらに面白いところとしては、未決済縦玉ですね。こちらに関してお話をさせていただきたいと思います。こちら縦玉と言いますと何なのかっていうと、まだ決済されず取引所に残っているポジションの総額と、金額ということでございます。例えば私が1万ドルのポジションを持ちました。1時間後に、そのポジションを解除しましたってなると、1時間の間はずっと自分がポジションを取っている状態ですよね。決済せずに持っている状態なので、その保有されている量、ポジションをみんなどのぐらい保有して残したままにしているのっていうところの量ということでございます。それを比べてみると、バイナンスに関しては219億ドル。そしてハイパーリキッドに関しては88億ドルあるという形になってますので、縦玉だけで見ると、ハイパーリキッドはすでにバイナンスの約 40% を誇っているという形になっています。取引高では今6から7分の1程度なんですが、実際にはポジションが残っている量で見ると、もう4割まで来ているということでございます。つまりですね、いつかバイナンスの半分へという話は、0から 50% を目指すという話ではなくて、縦玉だけで見ると半分まではあと 1.25 倍で達成できるようなところまで来ているんですよ、ということでございます。この成長率も加味した上で、ここまでね、来ているんだったら、数年後までに取引高でも 30%、40%、50% まで進む可能性十分にあるんじゃないかなというふうに私は思っておりまして、これをですね、実際に考えていきたいというところでございます。先ほどね、説明したのはこちらの表でわかるかと思います。月間取引高に関してはこちら。そして OI ですね。未決済縦玉に関してはこちらということになっておりますので、月間取引高 50% までは 2.9 倍から 3.7 倍が今から必要になる。ただ、縦玉に関しては約 1.25 倍で目標の 50% まで達成するというような状態でございます。そしてですね、現在どういった形の収益を生んでいるのかっていうところのお話もさせていただきたいんですけども、ハイパーリキッドの強さに関しては利用者が増えているだけではないということでございます。ハイパーリキッドはですね、現在年間で 9.7 億ドル、ほぼ10億ドルのペースで手数料を生んでいるという状態でございます。プロトコル収益に関しても約 7.3 億ドル稼いでいるという形になっておりまして、難しい仕組みを抜きにしていると流れはね、かなりシンプルになっています。
ハイパーリキッドで取引される。そこで手数料が発生する。その大部分でハイプが買い戻されるというような流れになっています。この大部分っていうのがだいたい 98% から 99% ですね。儲けの部分からハイプの買い上げに使われるというのが確約されておりますので、他のアルトコインと比べてもかなり仕組みが違うということでございます。多くのアルトコインでは利用者がね、実際に増えたとしてもトークン価格には直接つながらないですぜってことが多くあります。しかし、ハイプに関してはハイパーリキッドが使われるほど手数料で儲かって、その 99% が買い支えの原資に使われるという形でございます。なので、ここで言えることとしては、ハイプは期待だけで上がるトークンではないということでございます。BTC とかはね、買い支えしてくれるような企業があったりとか、そういったのはないということでございますけども、ハイプに関しては、取引所の成長、これがですね、そのままハイプの買いの需要につながりやすいトークンであるということでございます。そしてですね、ここへこれから3つの成長エンジンが加わるということになってますので、この取引量が成長するだけではなくて、さらにね、先のところまでハイパーリキッドに関しては見据えていて、成長の余地があるんですよっていうところを説明をさせていただきたいと思います。はい。まず一つ目ですね。米国という最大の壁が動き始めたということになっておりまして、先ほどもお話したように、米国の方でハイパーリキッドを取り入れていくような動きが、トランプ大統領の方から発表があったということでございます。ハイパーリキッドの最大のネックとしては、米国の規制だったんですね。要は規制が行われることによって、使える国が減ってしまうと需要も減っていくということになるので、かなりですね、フルスイングしていくには怖いトークンでもあったっていう側面があるということでございます。ただ、今回の発表を受けて、最後はですね、米国から止められるんじゃないかとか、米国の大きな資金は入ってこないんじゃないかっていうのが、だいぶプラス方向に向いていった。この恐怖が本当にこれが実行されれば取り払われるということになっておりますので、かなり期待値が高まっているということでございます。そしてですね、この米国の市場なんですけども、北米の方は世界の暗号資産取引活動の約 26% を占める巨大市場ということになっておりますので、その全員がね、ハイパーリキッドを使うわけではないという形なんですけども、米国からの正式アクセスができるようになって、利用量が 10% から 20% 増えるだけでも、取引高と手数料は同じように 1.1 倍、1.2 倍という風に伸びる可能性が今高まってきているということでございます。しかもですね、入ってくるのは個人だけに限らないということになっておりまして、機関投資家とか、マーケットメーカーとか、米国企業が作るアプリまで参加しやすくなるということになってきますので、今回のニュースで大きいのは、1日のね、価格上昇。すごく今回ね、価格も上げましたけども、これだけをね、注視して見るんじゃなくて、今まで閉じていた世界最大級の市場がハイパーリキッドへ開く可能性が出てきたんですよというところが非常に重要なところのニュースでございます。はい。それではね、成長エンジン2ということでお話をさせていただきたいと思います。HIP3 ね、ハイプ触ってる方だったらみんな知っているということなんですけども、名前は難しそうなんですが、すごく簡単なお話でございます。ハイパーリキッド上では、今まで仮想通貨しか扱えなかったものが、すでに株とか金とか原油とか、そういった仮想通貨以外の指標、こういったものも取引できるようになっているんですよというところ。そしてさらにそれを24時間取引できるような環境、これがもう整っていて、実際に取引高も増えているということでございます。2025年の初めの頃は約2億ドルしか取引されていなかったのが、2026年の5月には3500億ドルまで一気に成長してきたという形でございます。本当にですね、1000倍を超える成長を実現してきたという形になっておりまして、2026年の平均では、この市場の約 20% のシェアを取っているという形になっております。仮にですけども、この市場がさらにね、2倍になって、ハイパーリキッドが 20% を維持した場合、全体の取引高に対して約 36% 分が追加される計算になるということでございます。つまりですね、HIP3 に関しては、バイナンスの利用者を奪うだけの機能ではないということでございます。今まで暗号資産取引所になかった巨大市場をハイパーリキッドの中で新しく作る仕組み、そして実際に今需要がかなり増えていて、成長率1000倍も実際に実現したというのが今の状況でございます。このですね、ハイパーリキッドは仮想通貨の取引所というところから世界の資産を扱う取引所へ今成長していっている途中ということになっておりますので、ここからですね、どれだけ化けてくれるかが私たちが見守りたいところということになっております。
はい。そして、成長エンジン3ということなんですけども、USDC を置いているだけでも収益が生まれるということでございます。ここですね、よく整理しておきたいところということになるんですけども、ハイパーリキッド上で USDC、約50億ドルまで今増えているということになっておりまして、USDC の裏側では、米国債とかね、準備資産から利回りが生まれているということになっております。これまでですね、ハイパーリキッド上にどれだけ USDC が置かれたとしても、その利回りはハイプの価値にはほとんど返ってこなかったという形になってるんですけども、新しいね、施策が発表されまして、USDC の準備資産から生まれる利回りの大部分がハイパーリキッドへ還元されるという話になってきております。そして、これに関しては、ハイパーリキッドのハイプ、この買い戻しへ向かう設計になったという発表がありますので、ただただチェーンを運用しているだけで、新しく年間 1.4 億ドルから1.6 億ドルの買い戻し原資が加わる可能性があるという状態が生まれてきました。現在ですね、収益設計上は8月26日から初回の還元は10月3日というふうに予定されておりますので、今まではですね、ただ単に取引が増えると手数料からハイプが買われるという仕組み1本だけだったという形になってるんですけども、ハイパーリキッド上の USDC が増えると、準備資産の利回りからもハイプが買われるっていう2本の柱ができたという形になっております。つまりですね、ハイパーリキッドは取引量だけで稼ぐ取引所ではなくなって、USDC が集まることでもハイプの買い圧につながるような仕組みを作ったということでございます。実際にね、こちら、先ほどご案内した収支載せておりますので、こちらもね、参考にしていただければと思います。はい。それではですね、ここまでお話しさせていただくと、ハイパーリキッドなかなかね、ちょっと注目したいなというふうに思っていただいた方、いらっしゃるかなというふうに思うんですけども、将来的にバイナンスのシェアを 30%、40%、50% まで奪っていったらどうなるのかっていうのを予測していきたいと思います。あくまでね、予測になりますので、皆さんにハイプを買えというふうにお話してるわけではなくて、もし購入される場合にはね、大きなアップダウンがあるのが仮想通貨という形になっておりますので、自己判断で購入は検討してみていただければと思います。それではですね、早速お話をさせていただきたいというところなんですけども、現在のハイパーリキッドの取引高は、バイナンスの約 13.5% という形になっております。ここから 30% 伸びる、40% まで伸びる、50% まで伸びるというような3段階で評価をしていきたいと思います。これに合わせて手数料も当然伸びていくという形になっておりますので、それぞれね、こういった形で伸びていくんじゃないかという予想でございます。ここまで見えてきますと、バイナンスのね、半分シェアまで取れれば、年間手数料は現在の約10億ドルから37億ドルへ増える計算になるということでございます。しかもですね、ここに関しては USDC の収益、こういったものは一切入れていないということになっておりますし、仮想通貨、この暗号資産の市場の成長、これもまだ入れていないということになっております。今ね、バブル期からはね、半分ぐらいまで BTC の価格も下がってきてしまった状況になっておりますけども、当然暗号資産市場にお金を入れてる方っていうのは、ここからさらに BTC が ATH して、さらに暗号資産の市場が世界に広まっていくんじゃないかっていうところを見てる方が多いと思います。私もね、それにベットしている人間という形なんですけども、このね、暗号資産の成長まで踏まえると、よりですね、ハイプが上を目指せる可能性は高まってくるということでございます。もしかしたらですね、バイナンスの方がさらに成長して、さらに出来高を伸ばす可能性もあるかもしれませんけども、現在の状態のバイナンス、このね、取引高の 40% とか 50% でいくことっていうのは、お互いに成長していけば、追い抜けなかったとしても必ずあり得ることだというふうに思っておりますので、私はですね、仮にそれを実現したとしても、取引高 30%、40%、これは願望じゃなくて、今からね、成長が続いた先の途中過程じゃないかというふうに思っております。なので、まだまだね、これから暗号資産が世界に広まっていく、そういうふうに思うんであれば、皆さんもね、同じような結論になるんじゃないかなというふうに思っております。はい。それではですね、上位10銘柄の資金がハイプへ流れてきたらどうなるかっていうのをここからは解説をさせていただきたいと思います。ステーブルコインはね、ちょっと抜かせていただいて、ハイプを除いた上位10銘柄ですね。この時価総額の総額が 2.13 兆ドルという形になっております。この資金の一部がハイプに移ったとします。1%、2%、3% で見ていきたいと思います。
仮にですね、2% がハイプに動いたら、約265ドルにハイプの価格は跳ね上がるということでございます。そして 3% がハイプに資金が流れたとすれば、ハイプの価格は360ドルぐらいになるということでございます。つまりですね、上位10銘柄に集まっている資金、そのうちのわずか 2% でもハイプに流れれば、もう300ドルが見えてくるような流れになってくるということでございます。資金が流れて市場成長が 20% でもすれば、この2つだけでも300ドルへハイプの価格は届くというような状態でございます。なんかですね、数倍になるって考えると、すごくね、資金が移ってこなきゃいけないんじゃないかというふうに思っていただく方も多いと思うんですけども、ハイプにですね、20% とか 30% の資金が移る必要がないということでございます。10銘柄に絞った中のたった 2% から 3% の資金が移るだけで、この300ドル、ハイプの価格が300ドルっていうのは実現し得る可能性があるということでございます。はい。それではですね、ハイプだけじゃなくて、市場全体のお話もさせていただきたいと思います。現在の暗号資産、市場全体の時価総額、こちらに関しては約 2.64 兆ドルという形になっております。一方で、ピークの時はどのくらいだったのかっていうと、2025年10月、この時は約 4.4 兆ドルでしたということでございます。現在からですね、以前のピークまで戻るだけで、市場の成長率としては 1.67 倍になるということでございます。つまりですね、市場 1.5 倍は、前例のない超強気な予想ではないということでございます。以前のピークに戻るよりちょっと手前で実現するということになっておりまして、先ほどですね、上位10銘柄に集まっている資金のわずか 2% がハイプへ流れて、市場全体が今から 20% 成長する。この2つで300ドル届く可能性があるというふうなご説明をさせていただきましたけども、20% 成長でそこまでいくということでございます。市場全体が 1.5 倍の成長率になるというのは、以前の ATH よりも手前の段階でやってくるということでございます。はい。それではですね、ここからはハイプが300ドルへ行くルート、この組み合わせをね、考えていきたいという風な形でございます。ハイプが300ドルになるには、現在から約 4.1 倍が必要になるということでございます。ここまでね、お話しさせていただいた成長ルートを組み合わせて、どのパターンだと起こり得るのかというお話をさせていただきたいと思います。まず、ルート1、バイナンス比の 40% の出来高ができていて、なおかつ市場が 1.5 倍、今のね、BTC の ATH よりちょっと手前ぐらいっていうことですね。現在の 13.5% から 40% へ出来高が伸びると約3倍ですということでございます。そこへ、市場の 1.5 倍を掛け合わせると、324ドルぐらいに届くんじゃないかというような計算でございます。このですね、2つを実現するだけで十分300ドルに届く可能性はあるというのが今のハイプの状況でございます。はい。そして、ルート2ですね。10銘柄の資金が 2% がハイプへ流れる。そして、市場が 20% 成長するという形で書かせていただきました。ハイプがですね、これから、米国の方で利用されるっていうのが可決されたという風になると、かなり人気が集まるんじゃないかなという風に私の方は考えております。その中で上位10銘柄の資金が 2% ハイプに流入するっていうのは、十分あり得ることなんじゃないかなっていう風に考えております。その中で市場が全体の 20% 成長、先ほどね、お話しさせていただきましたけども、20% 成長すると、265ドル ×1.2 倍で、約318ドルになるんじゃないかという形でございます。このパターンでも十分ですね、300ドルへ届くような流れが生まれてくるという形になっております。なので、今までいろいろお話をさせていただきましたけども、300ドルになるために、米国進出とか、HIP3 とか USDC とか、バイナンス比 50% とか、バブルとかですね、こういったものが、たくさん全て必要になるわけではないということでございます。このうち2つのね、いい組み合わせが重なれば、それだけでハイプは十分300ドルに届き得るようなパフォーマンスを持っているということでございます。はい。そしてですね、ここからは、楽しい川山用ということになっておりまして、そして、ハイプ600ドルへという形でございます。このね、予想もしていきたいなというところなんですけども、600ドルになるためには、今からですね、約 8.2 倍が必要になるということでございます。もし仮になるとしても、もちろん300ドルより時間はかかるという形になっておりまして、ただですね、私は600ドルも十分にあり得るというふうに思っております。例えば、先ほどお話したマックスのところですね、バイナンス比の 50%、今から約 3.7 倍の取引ボリュームが日に起こると
いうような形を実際に実現させたりとか、暗号資産の市場が約2倍になったりとか、こういったものが起きてくると、これだけでハイプに関しては約540ドルになる可能性があるということでございます。ここまで来ると、残り600ドルまでは約 11% しかないということになっておりますので、それに合わせて米国市場、HIP3、USDC の収益がどれだけ伸びるか、これによってハイプの評価が 11% 上がれば実際に600ドルに届くということでございます。ちなみにですね、市場全体が今から約2倍になった世界線というところで見てみると、バイナンスのね、BNB トークンもさらに上がってますし、当然ハイプの価格も上がっていくような世界線になるだろうというふうに私は思っておりますので、もし市場全体が2倍になった世界線では全部がね、100% で揃わないと600ドルの価格までいかないですよということではないということでございます。600ドルまで目指すんであれば、バイナンスの半分の取引高、そして仮想通貨市場が2倍に広がっている、そして米国への進出を達成している、HIP3 でいろんな原油とか金とかそういったもののトレード、この取引高が伸びている、そしてですね、USDC の運用の規模が広がっている、こういったものの3つがね、重なると、この長期シナリオでも600ドルを目指せるんじゃないかなというふうに思っております。はい。今ね、説明させていただいた内容もこちらのね、表に載せさせていただいておりますので、確認の方してみていただければと思います。はい。ここまで見ていただくと、もうね、ハイパーリキッドのハイプ、価格上がるしかないんじゃないかなというふうに思っていただく方もいらっしゃると思うんですが、ここはですね、一回ちょっと劣勢になっていただきまして、リスクの部分をね、お話をさせていただきたいと思います。600ドルになったりとか300ドルになるには、こういった条件は逆にないときついんですよというところもお話をさせていただきたいと思います。まずですね、米国進出、これが実現しないと、厳しいね、取引制限がかかる可能性があるので、ここのニュースはね、よく追っていきたいというところでございます。そして2つ目。バイナンスに対しての取引高の比率ですね。このシェアが下がり続けたりとか、上がっていかなかったりすると、先ほどの計算っていうのは実現しない可能性があるということでございます。そして3つ目。競争でですね、手数料、これが下がって、今の取引高は保ってるけども、収益が増えない。こういったことが起きてきた場合には、先ほどの通りではなくなる可能性があるということでございます。ただですね、ハイパーリキッドに関しては、今でも十分手数料はね、他のセックスと比べても低い方だというふうに思っておりますので、私はね、ここはそこまで真剣に心配していないということでございます。そしてですね、次、USDC 残高とか、米国の金利が下がったりして、USDC の収益が思ったより小さくなるということでございます。こちらに関しては、まだそれほど USDC の収益は大きくないので、影響は少ないかなというふうに思っております。で、一番気にしなきゃいけないところが、アンロックにより売りですね。このアンロックっていうのは、ハイプが年間刷られる枚数ですね。これによる売りがすごく増えてしまう場合には、買い戻しを上回る可能性が出てくるので、これは気をつけないといけないということでございます。ただですね、私が今ずっとチームがどのぐらいね、収益を得て、それを売却しているのかっていうところを見ていますと、もうハイパーリキッドに関しては、すごくね、少量しか売っていない。チームではほとんど売っていないということでございます。これね、なぜなのかっていうところを考えてみたんですけども、私もですね、チーム側の立場になった時に、ハイプを売る必要はほとんどないなというふうに思っております。その理由としては、DeFi 運用とか、普通の利回り運用だけでも、チームの収益を十分ね、稼ぐことができるということでございます。それよりは、ハイプの価格をどんどん上げてって、自分たちが持っているトークンの価値を上げて、利回りで運用していった方が、相場も崩れず、なおかつ批判も受けず、莫大な利益を出していくことができるので、私がチームだったら変に売りを浴びせたりしないということでございます。はい。そして最後のこのネックになるところは当然ハッキングとかオラクルとか生産などの大きな事故が起きた場合に信用問題になった時にこの取引所大丈夫なのっていうところで人気が下がってしまってハイプの下落、これが起きる可能性があるということでございます。逆に言えばですね、ここの4つをしっかりチェックしておけばいいというところなんですけども、バイナンスからのシェア、この獲得が続くかどうか、そして米国の HIP3 で利用者が増えるかどうか、手数料と USDC で買い戻しが増えるかどうか、アンロックを買い戻しが吸収するかどうか、ここをね、チェックしていけば、ハイパーリキッドに関しては面白いね、投資先になるんじゃないかというふうに私の方は思っているという形でございます。今ですね、私の方もハイパーリキッドのハイプトークンにね、多くの資金を入れているという形になっておりますので、まあね、当然仮想通貨なのでリスクがありますけども、どこまで成長してくれるのかを楽しみにしているという形でございます。
再度のね、ご案内になりますけども、この記事に関しては、特定の暗号資産の購入を進めるものではないという形になっておりますので、最終的に購入されるかどうか、ご自分の判断で結論を出していただければと思います。はい。それではですね、本日はハイパーリキッドのハイプに関して、ちょっとね、熱弁をさせていただいたという形でございます。結構ですね、やっぱりワクワクするプロジェクトだと私もね、YouTube に熱が入るという形なんですが、これからですね、ハイプが、どういった形になっていったとしても、かなり私はワクワクしながら、下がるもよし、上がるもよしという形で見ていきたいなというふうに思っております。それでは、ハイパーリキッドのハイプが爆上げすることを願って、私と一緒に仮想通貨の世界を楽しんでいきましょう。ではまた。